勘違い後編。千夏の死体を見てすっとんきょうな悲鳴を上げてしまった。死体を発見するなんて人生で初めての出来事だ。しかも昨日まで普通に喋っていた相手なのに、課長に連絡すると本当に死んでいるのかと何度も聞かれたけれど、大の字になって目を見開いたまま天井を見ていた千夏のあの顔はどう見ても生きているとは思えなかった。玄関口からは投げ出された足だけが見える。ピクリとも動かないその足が生きているとは思えなかった。頭の中に今見たばかりの千夏の顔がよみがえる。課長が震える声でちゃんと確認しろなんて言ったけれど、もう一度あの死に顔を見に行く勇気はなくて、管理人に頼もうとしたら管理人も首を横に振った。まあそりゃそうだ、誰だって死人の顔など何度も見たくない。警察を。管理人が思い出したようにそう言って電話をかけた。あれは私の見間違いだろうか。首の周りにあったあの赤いうっ血したようなあざは何だったのだろう。まるでサスペンスドラマによくあるような。そこまで考えて私はブルッと首を横に振った。まさかそんなこと。そしてその後警察が来て嫌な想像は的中してしまった。千夏は殺されたのだ。絞殺、首を絞められて殺されたということらしい。最悪だ、隣の部屋でだなんて。今夜からここで寝るのも怖いじゃないかと思った。隣の部屋で同僚が殺されたことも、その殺人犯がどこにいるのかわからないことも怖い。千夏が殺されたことはあっという間に社内中に知れ渡り大騒ぎになった。みんな仕事どころじゃない。誰が？どうして？そんな憶測が飛び交う。私は千夏と親しくしていたということもあって警察にもいろいろ事情を聞かれたけれど、千夏の交友関係をさほど知っているわけではない。でも頭の中に木口学の顔が浮かぶ。あの男があれから千夏の部屋に行って千夏に断られたりしたら、そういうことも起こるのではないかと思った。警察に行った方がいいだろうか。でももしそうでなかったらあらぬ疑いをかけることになるだけかもしれない。自分のせいで罪のない誰かが警察に捕まるのも嫌だ。そう思っていたら言いそびれてしまった。何も言わずにいたらいたで、もしかして犯人を野放しにしてしまったのではないかなんて気もしてくる。大変なことになったね。ぼんやりしていたら後ろから俊介に声をかけられた。あ、そうだね。こんな身近で殺人事件だなんて、木口のことを警察に話した？なんで？だって木口さんがやったっていう証拠はないし、もし間違いだったらと思うと。まあそれもそうだね。っていうか本当に心当たりはないの？千夏とは仲良くしてたんだろ？あの子あんまりプライベートなことは話さない子だったから。明るくて優しくていつも私の相談に乗ってくれていた。そう思ったら急に悲しみがこみ上げてきた。あの千夏がもうこの世にいないなんて。あ、何？昨日の晩千夏の部屋に誰か来ていたんじゃないかと思うんだけど。誰かって見たの？そうじゃないけど。じゃあ
そいつが犯人だったとか？言われて初めてそういう可能性もあるのかと思った。考えてみたら私が部屋にいる時にその凶行が行われていたということだ。怖すぎる。とは言っても引っ越しする余裕なんてない。そんな費用会社だって出してくれないだろうし、それにたとえ引っ越し費用を出してくれたとしても都心で2万で住めるところなんてあるはずもない。あったとしたらよほど小汚いか、曰く付きのボロアパートしかないのは目に見えている。それを考えたら、やはりここに住み続けるしかないと思う。お金より命の方が大事、なんてことは分かっていても、お金がないと生活していけない。生活できないということは生きていけないということだ。それが現実だ。でも、帰ってみると、警察がまだうろうろしていて、テレビに出てくるようなテープやブルーシートが貼られていて、これじゃあ不審者は近寄れないなと思った。それでも物音がするとビクッとしたりしたけれど、2日、3日と経つうちに大丈夫な気がしてきた。ドラマじゃ、犯人は現場に戻る、なんてことがよく言われるけど、考えてみたら私が犯人なら絶対に戻ったりしない。そんな危ない橋を渡るわけがないと思った。そうして、翌週、さらに思いがけないことが起こった。なんと、課長が警察で事情聴取を受けているという話が耳に入ってきた。2人で仲良く撮った写真が千夏のスマホからも出てきたということだ。正直なところ、まさかのまさかだ。千夏と課長がそんな関係にあったなんて。隣に住んでいたのに全く気づかなかった。よほど用心して付き合っていたのだろう。でも、課長はバツイチだけど独身だ。だから、不倫ということでもない、そこまで用心する必要もなかったとは思う。とはいえ、課長はもう40歳、千夏は私と同じ年だから25歳、15歳も年上の男性なんて私には考えられない。そう思うと、絶対にありえないけど、もし、私が課長と付き合っていたら、人には知られないようにするだろうなと思った。会社であれこれ言われるのも嫌だし、結婚となるまで隠す可能性はあるとも思った。でも、一体何があって、課長は千夏を殺してしまったのだろびっくりだな。千夏が課長とだなんて。全然知らなかった。木口さんじゃなかったんだね。余計なこと言わなくてよかった。もしかしてあの晩、課長部屋にいたのかな。音楽。音楽？千夏の部屋から音楽が聞こえたの。ほら、なんとかってクラシックの、あれ、なんだったっけ。へえ。でも、もう大丈夫なの？怖くない？部屋で一人でいるなんて。そりゃあ怖いよ。でも、どうしようもないし。じゃあ、今日は俺がまなみの部屋に行こうかな。う。そんなこと言われると、ドキドキしてしまう。ダメかな？ダメじゃないけど。そうして、その夜、俊介がやってきた。千夏には、悪いけど内心、やった。って思った。私は、前回同様、食事の用意をした。今度は、俊介に食べてもらうことができた。もう、警察いないんだね。犯人
捕まったからじゃない？そういった時に、俊介のスマホが鳴った。それは、あの夜、千夏の部屋から聞こえた音楽。やっぱ覚えていたんだ。俺、今年から着信をこの音楽にしていて。どういうこと？あの夜、君が何度も電話してくるから、こんなに壁が薄かったんだね。この曲ね、ベートーベンの運命って曲。何人も俺がこれを着信音にしていたのを知っているから、君に聞かれたのはまずかったな。それじゃあ、あなたが千夏を？だって君と仲良くしたら千夏がやきもち焼くかと思ったのに、よりにもよってあんなおっさんと付き合ってたんだよ。あの夜君の部屋に来るつもりだったんだけど、千夏が課長に送られてくるのを見てしまったんだ。これは許せないよな。私、また勘違いしていたんだ。そう思った時に、俊介の手が、私の首に伸びてきた。そして頭に響く、ベートーベンの運命。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、次のお話もご視聴ください。チャンネル登録、いいね、コメントなどなど、いただけると、とっても嬉しいです。次回もご視聴お願いします。ね。